こんにちは。ぽっちゃり体型のファッションエディター高橋かな子です。今回はズボラ派の私が愛用しているコスメについて紹介したいと思います。で、毎日忙しくしていてなかなかしっかりスキンケアに時間をかける余裕がないよ、だけどしっかり効果を感じたいと思っている私のようなタイプの人に役立つような動画になればいいなと思っています。まず最初に私の肌タイプをお伝えすると、私は乾燥肌かつ敏感肌です。もともと敏感肌とは思っていなかったんですけども、20歳ぐらいの時に大人になってから急にアトピーになったことがあって、その時は体中がすごくカサカサしていて、治すのも3年とか5年ぐらいかかったと思うんですけども、それ以来アトピーは脱出できたんですけども、季節の変わり目だったり疲れが溜まったりすると目の周りとか敏感なところに炎症が起きやすくってカサカサしてしまったり赤くなったりっていうことは今もあります。あとは首元に金属アレルギーもあって汗をかいたりする時期などにかぶれたりしてしまうこともあります。そんな敏感肌で乾燥肌な状態の40代44歳の私がここしばらく使っていて、最近肌の調子がすごく安定しているなと感じてきたので、そんな私が愛用している結果を感じているスキンケアを紹介します。今お気に入りの洗顔を紹介したいと思います。こちらです。ドクターズコスメのドクター K の ABCG ビールウォッシュ洗顔フォームです。 200ml4400 円になります。こちらは泡で出てくるタイプの洗顔で、私のより泡立てるのが面倒というズボラさんにもとてもぴったりです。ドクター K は昔から長年ビタミンの研究をされていらっしゃるドクターズコスメブランドなので、ビタミン系のアイテムに定評があるんですけども、こちらの洗顔は使っていくうちに毛穴がだんだん気にならなくなってくるというタイプです。私自身乾燥肌で敏感肌でもあるんですけども、毛穴もすごく気になっているタイプで、鼻の黒ずみ毛穴だったり角栓だったり、あとは頬のあたりの開き毛穴だったりたるみ毛穴だったり、本当にもう全てのタイプの毛穴が気になっているというタイプになります。なので角質のケア、毛穴のケアをちゃんと取り入れながらも保湿もしっかりしていきたいっていうのが私がスキンケアに求めているものです。こちらの洗顔は普段毎日洗顔をしていく中でちゃんと毛穴にもアプローチしてくれ、かつ使っていくうちに肌に透明感も感じるし、敏感肌でも染みたり赤くなったりしないっていうのが気に入っています。角栓とか角質を柔らかくするためにグリコール酸っていうピーリングの成分が入ってるみたいなんですけども、私は今のところ肌に刺激を感じたりすることはないです。こちらは泡で出てくるタイプなので、こんな感じでプッシュするだけでこんなにふんわりとした泡が出てくるので、顔を先に濡らしておいてこの泡を使ってふんわり優しく洗顔をしていくだけですっきりと洗い上げることができます。そして洗顔の次に使っているのがワンバイ構成のクリアピールセラム拭き取り美容液です。120ml で3850円。私は今海外に住んでるので買い足すことができなくって今空っぽなんですけども、一時帰国をした時に必ず買いだめしたいなと思っているのがこちらです。最初にお伝えしたように敏感肌なので拭き取り系のものっていうのはとっても苦手というか不安があったんですね。これまで使ったものはちょっと肌が乾燥してしまったりとかピリッとしてしまうっていうのが気になっていて、なかなか挑戦できずにいたんですけども、こちらを使ったらもうかなりしっくりきていて気に入っています。で、商品名にもある通り拭き取り美容液なので、さらっとした化粧水のようなテクスチャーではなくて美容液のようにとろみのあるテクスチャーになっているんですね。しっかりと保湿もできる仕様になっているので、私のような乾燥肌が使っても突っ張ったりかさついたりすることがなく、むしろ潤いのある肌になれるので安心して使っています。中身がもうなくなったのでお見せするのが難しいんですけども、使い方はとても簡単で、コットンに2プッシュぐらい出して
通常の拭き取り化粧水のように拭き取っていくだけなんですけども、私は目の周りは結構敏感で荒れやすかったりするので、目の周りは避けて鼻とか頬のあたり、あと顎のあたりを中心に使っています。で、使うタイミングは洗顔の後ということが多いんですけども、時々もう疲れて、もうズボラなのでもう疲れてもう顔洗うのもめんどくさいっていう時は、これを洗顔代わりに拭き取りで終わらせるっていう方法も使えるので、とても助かっています。そしてどんな結果を感じているかっていうと、小鼻の専用パックみたいにピリッと剥がせば一気に角栓が取れるみたいな、もう一目で分かりやすい効果というよりは、使っていくうちに角栓とか黒ずみ毛穴とかが気にならなくなってきて、肌もしっとり潤ってきてふわという風に感じています。ちなみにクレンジングについては今のところこれが絶対いいっていうのが私の中で見つかっていなくって、今回は紹介できないんですけども、もし見つけた時にはまた改めてご紹介したいと思っています。私はスキンケアにじっくりと時間をかけて落ち着いて手をかけるっていうのが難しくって、なるべく早くパパッと終わらせたいタイプなので、オールインワンコスメっていうのがとっても好きなんですけども、長年ずっと何年も愛用しているのがこちらのヒロコ K のパフュームケアバランシングオイルです。洗顔をして先ほどの拭き取り美容液で拭き取った後はもうこちらのオイルだけをつけて完成させています。値段はサイズによって違うんですけども、10ml が1650円からで、香りはかなりたくさんの種類があって、いろんな香りを使っているのですが、こちらはイノセントユースでラベンダーの香りです。香りもとってもいいので使うたびに癒されています。このオイルは顔だけでなく体にも髪にも使えるので、顔に塗って体に塗って、そしてパサパサした髪の毛に塗るとしっとりと落ち着いてツヤも増すので、もう一石三鳥のアイテムで気に入っています。またこちらのバランシングオイルは拭き取りケアとしても使えて、オーガニックの成分ですし天然のものしか使ってないので、市販のピーリング効果があるものに不安がある方も使っていただけるものになります。使い方は簡単で、こちらのバランシングオイルを顔全体になじませた後に水で濡らしたコットンで拭き取っていくだけです。これだけでメイク落としや洗顔では取りきれなかった汚れがしっかりと落ちるし、毛穴もだんだん気にならなくなってくるなっていうのを実感しています。こちらももう空っぽになってしまったので、一時帰国をするときにしっかりと買いだめをしてこようと思っています。だんだん空気が乾燥してきて、乾燥がさらに気になる時期、そして最近ちょっと目の周りにかさつきや炎症が起きてしまって、ちょっと肌が不安定だなって感じて始めて、最近使い始めたのがこちらです。ラメールのクレームデュラメール、ご存知の方も多いベストセラーの名品かと思うんですけども、こちらをついに手にすることにしました。値段は本当に結構高くって、15ml で 16,170 円で、これは 60ml なので 56,100 円というかなり高級クリームになるんですけども、だけどももう一回これを使い始めたらもう絶対手放したくないっていうぐらい気に入ってしまいました。本当に私はズボラで手抜きでもうあれこれしたくないんですけども、これさえあれば大丈夫っていう安心感をとても感じていて、40代以降いろんな肌トラブルとか肌の悩みが増えてくる時期かと思うんですけども、そういう時に本当に助けられるようなお助けコスメだなと思っていて、ついに手を出してしまったけどもついに出会えたという感じに思っています。ラメールの保湿系のクリームは何種類かあるんですけども、私は一番オーソドックスで一番硬いテクスチャーのクレームデュラメールが気に入っていて、これは超乾燥肌とか敏感肌の人にも使えるタイプです。テクスチャーはかなり硬めで、手のひらに取ったら手のひらでしっかりと温めて、半透明になってから顔にしっかりとなじませていくというタイプの保湿剤になります。なのでちょっとパパッと塗って終わらせられないので、ここだけはちょっとズボラ派の私にとってはこれまでのスキンケアよりは一手間かかるかなと思うんですけども、だけども1分あれば塗り終えられるので、それだけの手間じゃないかもしれないけど、それぐらいの時間をかけても、私にとってはそれぐらいの時間をかけてもしっかりと効果を感じられて、時間をかける価値のあるアイテムだと感じています。
使い方はまず手のひらに取ったら両手をこすり合わせてしっかりと温めていきます。クリームが半透明になるまでしっかりとこすり合わせてゆっくりと顔になじませていきます。で、何がそんなに効果を感じたかっていうと、最初にお伝えしたように私は乾燥肌で敏感肌で、もともとアトピー体質でもあるので、季節の変わり目だったりとか、あと花粉が飛ぶ時期とか、特に目の周りがガサガサしてしまったり、目をこすってしまって目の周りがちょっと腫れてしまったりすることもあるんですね。例えばこの辺、まぶたの上側がよく乾燥してガサガサになってしまったり、少し前までは目が痒くてこすってしまった時にこの辺りまでガサガサして、かつこすったことによる刺激で結構たるんでしまったんですよね。たるんでシワシワになってしまったんです。だけどもこれを使い始めてからかなりそれが良くなってきて、もちろん医薬品ではなくてお化粧品なので絶対これの効果ですよとは言えないかもしれないんですけども、私の中ではしっかりと保湿して肌を守ってくれたことで、そういった肌のガサガサ感でシワ感が落ち着いてきたのかなって思っています。だから今後もずっと手放さずに長く愛用していきたいなと思っています。あとは化粧水とか乳液とか拭き取り以外の美容液っていうのは今は使ってないんですけども、おそらくそれが正しいわけではなくって、ズボラな私が今なるべく手をかけずに、だけどもしっかりと効果を得るっていう考えの中でたどり着いたのが今のステップなので、なるべく少なく時短でだけど効果を得たいっていう方は何かヒントになったら嬉しいなと思います。以上がズボラ派で敏感肌で乾燥肌の私のお気に入りのコスメの紹介でした。今度はヘアケアのアイテムとかお気に入りのメイクのアイテムも紹介したいと思っているので、また見ていただけたら嬉しいです。